私が試乗しているのはホンダの 400X です。このモデル発売されたばかりなので注目している方も多いんじゃないかと思いますけれども、早速レビューをお届けしたいと思います。コースはいつも通りこのように高速道路、そしてワインディングを走りながらこの 400X の魅力を探っていきたいと思います。特徴は何といってもこのエンジンですね。形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC の並列2気筒エンジンを搭載しています。排気量は 399cc、 ボアストロークは 76mm×56.6mm ということでショートストロークエンジンになっています。そしてクランクは180度クランクを採用しています。これはおそらく高回転域までの爽快な吹き上がり、それを狙ったものじゃないかと思いますけれども、そのあたりも味わえたらなと思っています。海外ではこのエンジンの 500cc 版がすでにデビューしているわけですけれども、国内専用にストロークを短縮して 399cc の排気量となっています。まずこの高速道路を走り出すまでに市街地をそれなりの距離走ってきたんですけれども、市街地での印象はアイドリングからちょっと上のごく低回転域からとてもトルクフルなエンジンだなと感じました。最高出力は46馬力、最大トルクは37ニュートンメーターということで、高速道路をこのように巡行しているような時は2気筒らしからぬというか、とてもスムーズでまるで4気筒のようなフィーリングですね。アイドリング付近からとても実用的なトルクを発揮して、そのトルクがだいたい4000回転から5000回転ぐらいまでフラットに伸びてくる。そして5000回転ぐらいを過ぎてからスポーティーにパワーが盛り上がってくるというような感じで、ピークパワーを発生するのが9500回転ということなんですけれども、そのあたりまではとてもスポーティーに、そして爽快に吹き上がるという感じですね。そして皆さんご存知の通り、この 400X には CBR400R、そして CB400F という兄弟車があるわけですけれども、車体とエンジンはほぼ共通です。主にデザイン外装類の違いによってモデルごとのキャラクター付けをしているわけですけれども、中でもこの 400X は最もアップライトなライディングポジションを楽しめるモデルとなっています。足元も比較的ゆったりしているので、これであれば長距離ツーリングも楽にこなせるというような印象ですね。この 400X には他の兄弟車にはない一つの特徴があって、それはタンク容量が2リットル大きくなっているということです。おそらくホンダとしてはこの 400X をチョイスするライダーはロングツーリングにも出かけるであろうということを想定してタンクを2リットルほど増量したんじゃないかと思いますけれども、先ほどのポジションと合わせてこの 400X、他の兄弟車と比較するとそういったロングツーリングへの適合性もやや高くなっていると言えると思います。メインフレームはダイヤモンド式で、エンジンを強度メンバーとして使う形式のフレームとなっているわけですけれども、いたずらに光合成を求めたフレームとはなっていなくて、どちらかというとタイヤや足回りと協力して路面のギャップなどをいなしながら突き進んでいくというフレームなので、これであればエントリーユーザーの方が、例えば初めての高速道路を使ったツーリングというケースであってもあまり怖さを感じずにスパスパッとレーンチェンジできるんじゃないかなと思います。そして前後のサスペンションは吸収性も良くてとても乗り心地もいいですね。おそらくこれに関してはシートの厚さなんかも関係しているんじゃないかと思いますけれども、ツーリングに出かけても疲れを感じにくい、そういった乗り心地の良さだと思います。前後のブレーキに関してはフロントは 320mm のディスクを持つシングルディスクブレーキ、リアは 240mm のディスクを持つシングルディスクブレーキとなっているわけですけれども、前後のブレーキのタッチっていうのはやや硬めに設定されていて、そして効き方も想像よりずっとよく効くという印象ですね。この辺りは後ほどワインディングを走った時にじっくり味わってみたいと思います。今カメラでも捉えていると思いますけれども、フロントには小型のスクリーンが搭載されていて4センチ高さをアジャストできるようになっています。今は低い方のポジションで走っていますけれども、これでもですね、ちょうど胸ぐらいまでウィンドプロテクションが効いているという感じで、これはなかなか小ぶりではありますけれども有効だなという感じですね。ロングツーリングの時はこれを上のポジションにずらせばさらに快適なウィンドプロテクションが得られるんじゃないかと思います。
400X でいつものワインディングを走り始めました。実はこのカメラを回し始める前にもうひとしきりこのワインディングを走ってこの 400X のワインディングでの乗り味を堪能してしまったんですけれども、思った以上にスポーティーで速いバイクだなという印象ですね。もちろん排気量なりということではあるんですけれども、アイドリング付近からとても太いトルクを発生するので、こういった開け閉めの多いワインディングに持ち込んでも右手だけで相当速く走れてしまうんですね。海外では 500cc なわけですけれども、それを日本専用に 399cc までスケールダウンしたエンジンということで、このエンジンのことを侮っている方も多いのかもしれないですけれども、私の個人的な印象としては、こういったワインディングをスポーティーに走るにも十分な能力、性能を持ったエンジンだと思います。今ですね、ちょうどタコメーターは4000回転前後で走っているんですけれども、エンジンの方はこれぐらい回っていれば十分楽しくスポーティーにワインディングを走れるという印象ですね。例えばエントリーユーザーの方などでまだあまりオートバイに乗り慣れてなくて、エンジンの回転数を完全にドロップさせてしまったり、もしくはシフトミスをして選択するギアを間違えてしまったりと、そういった場合でもこのエンジンは右手だけでどうにでもなるというぐらい十分なパワー、トルクを提供してくれます。そしてですね、中回転域、そうですね、4000回転から6000回転、7000回転あたりぐらいまでですかね、このあたりにはちょっとスポーティーな盛り上がり、吹き上がりがあって、こういったワインディング、ちょっと飛ばしてみたいなと思う方も、このあたりの領域を使えば、十分に楽しく、そしてスポーティーに走れる、そんなフィーリングを持っているエンジンだと思います。それ以上の回転域、今、低めのギアで入れてみますけれども、今ですね、ちょうど8000回転ぐらいなんですけれども、これぐらいの回転域だと、音もですね、かなりスポーティーなんですけれども、実にこのエンジンよく回りますね。2気筒っぽくない、乗り味ともちょっと共通している部分ではあるんですけども、4気筒的な排気音というか、そんな感じで、400cc のエンジンではあるんですけれども、スポーティーで楽しめるエンジンだなという印象ですね。このスリムな並列2気筒エンジンを搭載しているということが大きく関係しているとは思うんですけれども、ハンドリングもとても軽いですね。もちろん車体の倒し込みも軽いんですけれども、ステアリングレスポンスもかなり軽快で、アンダーステアとかオーバーステアとか切れ込んだりとか、そういった変な癖もないハンドリングなので、これであればエントリーユーザーの方だけではなくて、ベテランの方も十分楽しめるスポーティーなハンドリング、軽いハンドリングなんじゃないかなと思います。コーナーリング中はアクセルを開けて後輪に仕事をさせている時でも、フロント側に結構強い接地感があって、この辺りも安心感につながっているのかなという印象ですね。ブレーキもとてもよく効きますね。遊びが取れてからは結構ハードなというか、硬い握り心地、踏み心地なんですけれども、前後ともに制動力は結構スピーディーに立ち上がってくるというタイプですね。これぐらい素早く制動力が立ち上がってくる方が、エントリーユーザーの方などは使いやすいんじゃないかなと思います。今日は一日、ホンダの最新モデル 400X を試乗してきましたけれども、全体的な印象としては、街中だけではなく、ワインディングも楽しく走れる、そういった性能が備わっているということで、基本的なこのプラットフォーム、エンジン、車体の組み合わせ、これはですね、とてもいいなと思います。何よりも魅力的なのはやはりこのエンジンですね。このエンジンであれば、エントリーユーザーの方もすんなりとオートバイの世界に入ってこれるんじゃないかなと思います。価格の方は ABS なしのモデルが64万7000円、そして ABS 付きのモデルが69万4000円ということなんですけれども、機会があればこのホンダの最新の 400cc シリーズ試乗してですね、ご自身でこのエンジンの実力を確かめてみていただければと思います。